ゴツゴツした前もも、ぽっこりお腹の原因は前ももの硬さだけじゃないんです。原因は骨盤の向きにあります。骨盤が前に倒れることでお腹に力が常に抜けてしまってる。お腹周りに脂肪がつきやすくなるってことですよね。反り腰を直さないと前ももの張り、ぽっこりお腹直せません。前ももの張りといえば前もものストレッチ、マッサージ、解決策としてイメージされる方とっても多いですよね。もちろんめちゃくちゃ重要です。だけどそれだけでは不十分で、根本からしっかりと解決するには股関節の筋肉の硬さを解消していかなければいけません。ここ腰椎っていう腰の背骨から股関節をつなげているような長い筋肉なんですけど、この大腰筋が骨盤の向きを前にこうやって倒してますから、常に前ももに力が入るような姿勢にさせているんですね。そうすることで前ももに重心かかるでしょ、腰痛いでしょ、お腹に常に力抜けるでしょ。今日はしっかりと大腰筋の硬さから解決しながら前ももの張りをとってぽっこりお腹をしっかりと解決していくメニューで用意しているので、最後まで一緒に頑張りましょう。今から自分の反り腰診断やってみたいと思います。まずは足をねこうやって上げてみてください。なんか足上げやすいかな、ちょっと重たいなとか、股関節の詰まり感じないですか？椅子に座った状態で足の上げやすさ、股関節のなんか詰まり感じやすい方いませんか？はい、2番目に横向きになりましょう。横向きになった状態で足伸ばしてもらって、足後ろにぐーっと引いて足上に上げる。で、腰反らないで足しっかりと上げやすいかなとか、ちょっと見てみてください。どうしても足が前に出てしまったり、こうやってした時に外ももに力が入りやすいなっていう方は結構反り腰の可能性が大です。腰をしっかりと丸めた状態で足を伸ばして上げ下げしやすいかなって、足の上げやすさここで一旦チェックしてみてください。もしくはこうやって足をぐっと後ろに引いた時に腰を丸めにくい、腰が痛くなるよって、反ってどうしても反って痛くなるよっていう方はもうかなり反り腰っていう証拠になります。で、最後のビフォーのチェックになります。仰向けになって足伸ばします。そのまま万歳しましょう。万歳した時に腰と床の間に手のひらが1枚以上2枚も3枚も入ってしまうよっていう方はかなり反り腰っていう証拠になります。正常な状態は手のひらが1枚入るか入らないか、ちょうどそれぐらいの隙間が開いている状態です。今日の動画最後までやることでたった1回だけでも反り腰かなり改善されていきますので、楽しみにしてくださいね。それでは大腰筋のほぐしからやりましょう。大腰筋って言ってもね、下部、中部、上部って分かれてるので、まずは下部からやっていきます。股関節の付け根の内ももの付け根のところ、ちょうど恥骨の真横のところありますよね。ここの筋肉、コリコリとした筋肉あると思うんですが、ここをつまんで揺らしていきましょう。ここは特にリンパ節っていうのが位置している場所でもあるので、リンパの流れも良くなっていきますし、股関節の動きもとっても滑らかになっていきます。つまりも取れていきます。はい、OK です。じゃあ反対側も行きましょう。反対側の足の付け根の内もものコリコリっとした部位でございます。内転筋、そして恥骨筋、そして大腰筋がこう重なる場所でもあるので、だから筋肉のなんか厚さが他のところと違って結構分厚いんですよね。そう分厚いのでね、ここ下をねコリコリっとした部分をほぐしていきましょう。はい、OK。今度は膝立ちの状態です。膝立ちの状態で左右に骨盤がとんがってる骨があるんですけど、内側に指2本分ぐらいあるところ、そこに指をぐさっと刺してください。ぐさっと刺して、親指でぐさっと刺して、できるだけ猫背にならないようにしながら股関節を折り曲げながら倒れる。戻してもう一度、結構ぐさっと内側に刺さないとほぐれないですよ。そう、できるだけ胸をしっかりと張って背骨まっすぐにしながら、そう、はい、 OK です。じゃあ次はここ、私のおへそここにあるんですけど、おへそから外側に指2、3本ぐらい離れたところに指をぐさっと刺してもらって、
ぐさっと刺します。でコリ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 、股関節をもう一回倒しながらほぐしていきましょう。ほぐしてほぐして、はい、 OK です。じゃあもう一回だけ大腰筋のほぐし繰り返してみましょうか。じゃあ下部です。ここ足の付け根の内側にあるコリッとしたこれぐらいのねコリッとした筋肉があるので、ここをつまんで揺らしながらほぐしていきます。ほぐしていきます。リンパの流れと股関節の動きとっても良くなりますよ。じゃあ反対側も行きましょう。反対側もやってもらって、ちょっと痛いなーっていう方は、痛気持ちいい程度で大丈夫なので、痛気持ちいい程度にほぐしてあげてくださいね。大腰筋の下部ですね。長い筋肉なので一つの箇所だけ伸ばしたりほぐしたりしてもほぐれないんです。そうちょっと面倒くさいけど頑張ってみんなでやっていきましょうね。じゃあ骨盤の左右にとんがってる骨から指2、3本分ぐらい内側です。親指でぐさっと刺したら猫背にならないようにしながら上体を倒して股関節を折り曲げていきます。指ぐさっと刺さっていきます。しっかりと刺してね。しっかり刺さないとほぐれないので、しっかりと刺して刺して刺して股関節しっかりと折り曲げるようにしましょう。OK。じゃあ最後です。上部ですね。おへそから指に3本分離れたところ、外側。要はイメージとしてはなんだろうな。腹直筋があってお腹の割れ目の11時腹筋みたいな感じで外側に割れ目が入るところがあるんですけど、その割れ目の際のところにこうやって指を入れて内側をほぐしていくような感じです。グリ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 とほぐしてみて、グリ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 とほぐしてみて。はい、 OK です。はい、じゃあ一旦ここでアフターチェックやってみましょうか。もも上げしてみましょう。さっきより足すごく上げやすいなとか股関節の詰まりとかがなくなったなっていう感覚しませんか？これで大腰筋がほぐれてきたっていう証拠なんですが、ただこれだけでは反り腰って解消できないので、しっかりと前ももを伸ばして骨盤の向きを正しいところに持っていくところまで今からまたやっていきたいと思います。では仰向けになります。仰向けになった状態で腰と床の間に手のひらを入れておきましょう。で左の足を胸に近づけるようにもも上げしていきます。そう上げて上げて上げる。で今度は外側に開いてあげる。膝は伸ばしきらなくていいのでこの動きやっていきましょう。でここでキープしていきます。膝しっかりと開いて胸に抱きかかえて、で手を離したらここでキープです。股関節の付け根に効いてる感覚ありますか？はい、 OK。 じゃあ反対側もいきますね。上にもも上げをしていきます。しっかりと股関節の付け根に効いてる感じありますか？外側に膝開いた状態で骨盤が床から離れたりしないようにしてください。そう膝を動かして、じゃあここでキープしましょう。胸に抱きかかえて膝しっかりと開いて胸に近寄せて、はい、キープキープキープ。はい、 OK。 いいでしょう。はい、それでは足と足の裏を合わせてひし形を作ってカエル足状にします。腰と床の隙間潰してもらって内ももに手を当てて、で膝と手がお互いに押し合いっこをする。
要は膝は内側に閉じたいし、両手は開いてほしいから、こうやって押しつぶしてる感じ。お互いにこの状態ずっとキープよ。そう腰しっかりと浮かないようにグッと潰してもらって、お互いにそう膝は内側に閉じたい、両手は押したい。伝わってる？はい、 OK。 じゃあ今度は外側から外ももに両手を当てて、膝は外側に開きたいし、両手は内側に閉じたいからグッと内側に押してるの。手で手でももを押してる。で膝は外側に開いてる。大腰筋上部というお尻の筋肉に効いてくると思います。しっかりと膝開いて息吐いて、息吐いてください。はい、 OK です。じゃあその状態から、じゃあそのまま腰と床の隙間しっかりと潰して、じゃあそこから骨盤の骨を両手で持ちます。骨盤の骨を両手で持ったら、骨盤を後ろにこうやって倒していく感じでグッと押してあげて、押してあげる。息吐いてくださいね。しっかりと膝開いた状態で骨盤後ろに倒していきます。こっち側に、要は骨盤前傾の人が反り腰だから、骨盤を後傾に持っていく状態です。これができてないといつまでも腰に負担がかかりますから、しっかりとやってあげて。 OK。 では一旦座って膝立ちの姿勢からつま先立てた姿勢になります。で腰をしっかりと丸めた状態で、上体後ろに倒して膝を浮かせた状態でいいので、そこから左膝右膝っていう感じでこうちょん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 って床に膝をつけていきます。でこの時に大事なのが、腰がこうやって反ってはいけないので、しっかりとここおへそやみぞおちあたりをググッとえぐった状態を維持しながら、膝を床につけていくエクササイズをしていきましょう。前ももが伸びてる感覚があれば OK やよ。 OK。 でそのまま左のお尻が天井方向向くようにして足90度に曲げた状態で、手で足首持ったらかかとでお尻近づけた状態で、膝ぐーっと後ろに引いていきます。わざと猫背を作るようなイメージで腰を反らずにしっかりと丸めてください。腰反ったらブーブー絶対ダメですよ。反り腰治らないからね。じゃあ反対側の足で前ももをぐっと後ろに引いてみてください。そうすると前ももが伸びてくる感覚があると思うんですけど、膝が痛くなるっていう人はだいたい前ももがむちゃくちゃ硬いという証拠ですから、無理のない範囲でこまめにたくさん伸ばすようにしてください。はい、 OK です。じゃあ反対側もいきますね。反対側も足首持ってかかとお尻につけたら、膝を後ろにグッと引いて、腰反らないようにしっかりと背骨は丸めた状態で、余裕がある人は反対側の足で前ももをさらに後ろに押し付けちゃう。前ももの筋肉しっかりと伸びてきますね。前もも張り取るにはやはり前ももの柔軟性とても大事になってくるので、前もものストレッチはすごく大事です。はい、 OK です。でそのまま仰向けになります。はい、右足持ってかかとで天井をぐっと蹴り出すようにしながら、そのまま左の床に足を下ろしちゃいましょう。じゃあ胸は右側の方にねじってあげて、右の手は横に伸ばして、そのまま背骨のストレッチ。背骨のストレッチをしながら、ここももの横側もしっかりと伸びてきます。背骨の柔軟性が足りないと腰に負担とってもかかりやすいので、このストレッチはとっても大事です。肩甲骨を床につけるようにしながら。 OK。 では反対側もいきますね。左のもも裏持ったら、左のもも裏のかかとで天井をぐっと蹴るようにしたら、そのまま右に倒す。上体は左側にねじってあげて、肩甲骨がしっかりと床につくように、つかない人は頑張って近づけるようにして、
足伸ばした状態で横にしっかりと伸ばしていきます。外ももが伸びると同時に背骨のストレッチもされていきます。息吐いて吐いて、吸って吐いて吸って吐いて、自分の呼吸で構わないので呼吸は止めないようにしてください。 OK です。じゃあ横向きにもう一度なってみましょう。足ね、めちゃめちゃ上げやすくなってるんですよ、これが。じゃあ右の足を後ろにグッと引いたら骨盤しっかりと丸めてもらって、足をパカパカっと横にパカパカっとしていきます。でさっきより足を後ろにグッと引いて足を上げても腰が痛くなりづらかったり、あとは足がさっきよりもめちゃめちゃ上げやすくなってる感じしないですか？これなんです。これがすごく大事なの。どうしても反り腰の人は腰にきちゃうのでね。 OK、 じゃあ反対側もいきますよ。足90度から左の足伸ばして足後ろにグッと引きます。腰しっかりと丸めてくださいね。じゃあ足パカパカってやっていきます。お尻に確実に効いてる感じがあれば大正解。足が前に出ないようにしっかりと後ろに引いた状態で中殿筋っていうお尻の横の筋肉に効かせていきましょう。横にパカパカっとする。腰反らないように腰しっかりと丸めてもらって横向きでの骨盤後傾っていう姿勢になります。はい、OK、 とても上手でした。ではもう一度仰向けになって膝の真下にかかとがくるようにしたらつま先を上にグッと上げてかかとで床を踏ん張った状態で上にアップ。骨盤をしっかりと丸めた状態でお尻の穴をキュッと締めてキュッと締めて繰り返していきます。ふう、そう、キュッと締めてね。キュッと締めてキュッ、お尻の穴締めてかかとでしっかりと床を踏ん張るようにしてね。じゃあそこから骨盤の動きがちょっと見づらいので万歳するんですけど、皆さんは万歳しなくてもいいですよ。じゃあ片足ずつこうやってね歩いていくような感じです。骨盤が腰がこうやって反っちゃいけないのでしっかりと腰丸めるようにしてくださいね。そうするともも裏やそして大殿筋の下部、お尻の下あたりに効いてくる感じがあると思います。お尻キュッと締めて腰丸めてください。ふう、息は止めないでくださいね。はい、OK。 はい、よくできました。それでは両足を伸ばして両手万歳します。万歳した状態で鼻から息を大きく吸って吐きながら肋骨を閉じるようにして腰と床の隙間をぐっと潰す。息ふーっと細く長く吐いていきます。おへそしっかりと背骨に近づくようにしてふーふー、息ふーっと吐いていきます。顎しっかりと引くようにしてね。ふー、上手ですよ。まだまだ少し頑張って。はい、OK です。じゃあその状態で四つん這いになりましょう。四つん這いの状態から手と手の間に右足を置いて左足遠いところに伸ばして左の膝曲げたら反対側の手で足首を持つようにしましょう。かかとがお尻に近づくようにしたら重心前にかけてって左側の肘つけちゃって大丈夫です。上体は右側の方を向けてあげるといいでしょう。腰は反らずにしっかりと丸めるように意識していきましょう。でそもそも足首私持てないよ先生っていう人はさっき一番最初の方で行った横になって前ももを伸ばす動きをもう一度やってみてください。そのうちつくようになりますよ。で反対側もやります。右足遠いところに伸ばしたら膝曲げて左の手大きく回して足首を持ってかかとをお尻に近づけるようにしたら重心前です。
上体を左側にねじってあげてみて、前もしっかりと伸びてきますよね。そう最初前ももが硬い人はそもそもこの体勢結構できないと思うんですけど、まずはできる姿勢での前もも伸ばしを続けてみてください。そのうち必ずできるようになります。 OK、 じゃあそのままもう一度仰向けの姿勢になり、手万歳してみて。手万歳して腰と床の間に手のひらが1枚分入るか入らないかどうかまで来たなっていうのであれば、それでバッチリ反り腰が改善したっていう証拠になります。足上げチェックもやってみましょうか。こうやって足を曲げた状態で横に伸ばしたら、足をこうやって開きやすくなったな、あら足すごく軽くなってるっていう感覚があれば、バッチリ反り腰治ったっていう証拠になります。そしてもう一度足を上げた時に股関節の詰まりがなくなって、こうやって膝上げやすくなったなとかっていう感じがあれば、バッチリ反り腰撃退できたっていう証拠になります。まずはこの動画を週に3日ぐらいは続けていただくことで、ぽっこりお腹や前ももの張り確実に取れていきますので、ぜひぜひ続けてください。いつもコメント欄たくさん盛り上げてくださってる皆様、本当にありがとうございます。これからもたくさんのコメントお待ちしております。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録と高評価ボタン、皆さんぜひともお願いします。それでは明日は今日より綺麗になりますように。またね、バイバーイ。